ガンダムです通してください。ガンダムには見えないガンダム6000第2弾リメイク版。ガンダム作品の顔となるガンダムは、劇中では基本的に最高の技術を詰め込んだワンオフの機体として描かれます。始まりのガンダム RX78 は2本の頭部アンテナとへの字の形状を持つフェイスマスク、そしてトリコロールカラーが特徴的な機体でした。しかし現在では様々なガンダムが誕生しており、ガンダムの名やガンダムのような顔つきを持たなくてもガンダムという扱いをされることがあります。今回はそんなガンダムには見えないガンダムの中でも、以前の動画で皆様のコメントの中で多かったものを6つご紹介させていただきます。本動画は先日投稿した動画のリメイク版となります。先日の動画およびコミュニティ等ではたくさんのご意見をいただきありがとうございました。なお本動画でガンダムとして扱っている機体が見方によってはガンダムではないと解釈することもできます。こじつけでガンダムという分類をする遊びという、あくまで私の主観的な考えをもとにしたネタ動画の一つとしてご覧ください。また解説の都合上ネタバレを含みますのでご注意ください。1、ジンクス。ジンクスは機動戦士ガンダム00のファーストシーズンに登場し、ガンダムたちを苦しめた量産機です。ソレスタルビーイングが所持する GN ドライブ搭載機ガンダムは圧倒的な性能を誇る機体として戦いを繰り広げていましたが、アレハンドロ・コーナーがベーダから技術を持ち出したことで GN ドライブタウが開発され、それを搭載した量産型モビルスーツとして開発されたのがこのジンクスとなります。機動戦士ガンダム00におけるガンダムとは GN ドライブ、すなわちガンダムニュークリアスドライブを搭載したモビルスーツを指しているので、ジンクスがガンダムに該当します。これがガンダムの力。ガンダム同士の戦いになるわ。2、アルケーガンダム。アルケーガンダムは機動戦士ガンダム00のセカンドシーズンに登場し、アリアル・サーシェスが登場してセツナたちソレスタルビーイングと戦いを繰り広げた機体です。ファーストシーズンで登場したガンダムスロー熱売の設計データをもとに、ギボンズ・アルマーク率いるイノベーター勢力が最新技術を投入して完成させた機体となります。劇中では00ガンダムと互角以上の戦いを繰り広げますが、トランザムライザーとの戦闘で大破します。その後ソレスタルビーイングとの最終決戦ではケルディムガンダムと戦いを繰り広げ、その圧倒的な強さを見せつけますが、セラフィムガンダムのトライアルフィールドで機能を停止し、ケルディムガンダムの GN ビームピストルで破壊され、最終的にサーシェス自身が生身でロックオンストラトスと戦いました。ファーストシーズンの劇中でジンクスが GN ドライブタウを搭載している機体、すなわちガンダムであると考えると、アルケーは名前にもガンダムとついているので、ガンダム扱いすることに異論が出る理由は何もなさそうな気がしますが、アルケーはガンダムには見えないという意見がネットで時々話に上がる機体です。それはアルケーガンダムは名前にはガンダムという名がついているものの、ガンダムには見えないフェイス形状であり、父は通常より長くなっていて、名前を伏せて画像だけ見せたらガンダムとは思えない、一般的なガンダムとかけ離れた外見をしているためとも言われます。アルケーガンダムは GN ドライブタウを搭載しているので、 GN ドライブ搭載機という点ではガンダムと呼ぶことができます。しかし機動戦士ガンダム00セカンドシーズンに搭載するモビルスーツはほとんどが GN ドライブタウを搭載していることに加えて、ガンダムという呼び名はテロリストであるソレスタルビーイングの機体に使われている名称なので避けられるようになっていきました。そのためジンクスをガンダムと呼んでいたにもかかわらず、セカンドシーズンに登場するジンクス3などはガンダムと呼ばれていません。さらに主人公セツナ F セイエイはガンダムを機体名称としてだけではなく救世主という概念としても捉えているので、救世主という概念に当てはまる機体がガンダムとなります。そういう意味ではアルケーはガンダムの分類に含めていいのかそうでないか分かりにくい機体となっています。しかし劇中では反連邦組織カタロンのメンバーが初見でガンダムと呼んでおり、さらにティエリアは初見でアルケーをガンダムスロー熱売の改良機であることを見抜き、セツナもガンダムと呼んでいるのでガンダムとなります。ところがギッチュン、あのガンダムは。3、ターン X。ターン X はターン A ガンダムに登場する機体です。物語終盤に登場し、
ギムギンガナムが登場しました。劇中では大英ガンダムと戦いを繰り広げる中で互いの機体が呼応して黒歴史を呼び起こしました。そして最終的には触れるもの全てを消滅させてしまうという、過去に文明の全てを破壊した月光町を発動し、大英ガンダムと共に繭に包まれて眠りにつきました。大英ガンダムの世界は遥か未来の話であり、モビルスーツは製造する以外にマウンテンサイクルと呼ばれる場所から発掘して使用しています。ターン X は月のマウンテンサイクルから掘り起こされた機体であり、開発経緯が明確にされていません。一説ではニュータイプと呼ばれた人々のために作られたとも、太陽系外で作られたとも言われています。また宇宙のどこからか漂着したターン X を回収して解析し、外宇宙の知的生命体からの侵略に備えて開発した機体が兄弟機にあたるターン A ガンダムであるという説もあります。ターン A ガンダムの世界では過去の歴史や経緯はあえてぼかしてあるとされているので、はっきりした答えはありませんが、劇中でガンダムと呼ばれているターン A ガンダムを元に開発された機体であり、ターン A ガンダムと同様、カメラアイの形状から察するにガンダムタイプのモビルスーツであると考えられます。このターン X すごいよ、さすがターン A のお兄さん。4. ジールシファー。ジールシファーは G のレコンギスタに登場し、主にラライアとロレドが登場した機体です。ヴィーナスグローブのジットラボラトリーで開発されており、モノアイセンサーとメインスラスター兼用の大型スカートファンネルを搭載しています。物語後半でジットラボラトリーで強奪されてメガファウナの戦力となっており、キャピタルアーミーやジット団との戦いを繰り広げています。終盤ではディアナ高地戦でアメリア軍の艦隊との戦闘を行っています。 G のレコンギスタにおけるガンダムタイプのモビルスーツはヘルメスのバラの設計図の中の G 項目に該当する、いわゆる G 系統と呼ばれる高性能機体のことを指します。ジールシファーはそんな G 系統に該当する機体となっているので、ガンダムの一種と分類されます。なお G のレコンギスタの作品内では明確にガンダムと命名される機体は登場しないようになっていますが、同じく G 系統のモビルスーツにして本作のラスボスにあたるカバカービーは最終決戦がガンダムそのもの同士の対決という意味を込めてデザインされているので、 G 系統イコールガンダムと捉えていいのかもしれません。他くましい1号のジールシファーです。5. 百式。百式は機動戦士ゼータガンダムに登場し、クワトロ・バジーナが登場してグリプス戦役を戦い抜きました。劇中ではエウーゴの一員としてカミーユがカル・ガンダムマーク2やゼータガンダムなどとともに戦火をくぐり抜けていきます。劇中では高性能なモビルスーツが続々と現れる中で、だんだんと第一線級とは言い難い性能になりますが、終盤ではキューベレイとジオとの戦いをなんとか切り抜けました。さらに続編の機動戦士ガンダムダブルゼータではジェドーをはじめとした様々なパイロットたちが登場して戦いを繰り広げました。そんな百式はアナハイムエレクトロニクスが新型モビルスーツを開発する過程で、開発コードデルタのプロジェクトの中、デルタガンダムの非可変機として完成した機体です。アナハイムエレクトロニクスは高性能可変機としてデルタガンダムを開発しようとしたものの、リックディアスなどに採用していた自社製ムーバブルフレームの強度不足により、デルタガンダムは完成できず、非可変のデルタガンダム、すなわち百式になりました。そういった意味では百式はガンダムという分類になります。なお後にガンダムマーク2のムーバブルフレームを解析することで、デルタシリーズの可変機であるデルタプラスへとつながっていきます。ちなみに百式に似ていても絶対にガンダムではないと分類できる機体も存在しますのでご注意ください。なんだあのモビルスーツは未確認機体だと。6. マーメイドガンダム。マーメイドガンダムは機動武闘伝 G ガンダムに登場する機体です。ガンダムファイト決勝大会にてドラゴンガンダムと激しい戦いを繰り広げました。 G ガンダムにおいて各コロニー代表のモビルファイターは基本的にガンダムと名付けられており、またこの世界のガンダムはガンダリウム合金製モビルスーツとされています。そのため登場する各国の代表モビルファイターはどんな外観でも基本的にガンダムとなっています。その中でも特にコメントいただいた中で多かったのがマーメイドガンダムでした。
G ガンダムに登場するガンダムはガンダムらしい顔であれば何でもよしと言わんばかりの遊び心満載のデザインの機体が多くなっており、マーメイドガンダムもそんなガンダムらしからぬガンダムの一つなのではないでしょうか。余談ですが、ジンクスのようにどう見てもガンダムに分類するのはおかしい見た目をしているにもかかわらず、登場パイロットがガンダムと呼んでいるかと思えば、発展機のジンクス3はガンダムではないと言われる機体もあります。また RK ガンダムのように公式がガンダムと名前を付けているのにガンダムらしからぬデザインをしていることから議論される機体もいます。ターン X のようにターン A ガンダムは作中で古典からガンダムと呼ばれていて、その兄弟機であるにもかかわらず設定がぼかされていることからガンダムではなくターンタイプと解釈できる機体もいます。 G 系統のようにガンダムと推察できる話はあっても、そもそも明確にガンダムと分類するのはおかしいとも解釈できる機体もあります。百式のように元機体がガンダムという点だけでガンダム扱いしてしまうと、ドーベンウルフはどうなのか、シルバーガレットはどうなのかと答えが出せなくなるので、そのような分類の仕方をすること自体がご都合主義であると解釈できる機体も存在します。また G ガンダム登場機体のように深い話は抜きにしてガンダムの名を持つ機体が揃えられた作品もあります。挙げさせていただいた機体は解釈の仕方によってどれもガンダムでありガンダムではないと捉えることが可能ですが、このように言葉遊びができるのもまたガンダムの魅力の一つなのではないでしょうか。デザイン的にはガンダムに見えないものの、ガンダムの名にふさわしい活躍を見せてきた機体は他にも数多く存在します。皆様の思い入れが深いガンダムには見えないガンダム、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。